つぶつぶゆずゼリー。はい、皆さんのお腹と陰茎を包み込むつぶつぶゆずゼリー。どうも藤田ゆずです。はい、本当に東京の梅雨明けがね、毎週まだかって言ってますけど、どうやらまだしていないようでもまだまだ、暑いので、本当に皆さん体調には気をつけて過ごしてください。南半球は寒いと思うんで、ちょっとよくわかんないんであれですけど、他の地域みんな暑いと思うので、水をたくさん飲んで暮らしてください、皆さん。はい。最近ツイッターでとある AV 女優さんが結婚の報告をされてて、そこでまず AV 女優として日本の恥だとか、その結婚した男性に対して本当に頭いかれてるだのなんだの言われてて、本当に世間的に AV 女優ってね、本当恥ずべき職業だっていう風に言われてて、本当にそれはおっしゃる通りと言いますか、その上私って本当に死ぬべき人間だなっていう、AV 女優っていう時点で死ぬべきとは全く思ってないんですけど、私本当にその上にやばいのがちょっとどんどん積み重なってて、まずこれは Twitter を見ている皆さんをまず騙してしまったっていう話が一つありますね。というのも藤田ゆずのアカウントじゃない、もう一個のゆずえもんっていうアカウントで最近証明写真の画像をアップしたんですよ。証明写真の画像に対して免許取れたんだおめでとうとか、運転免許の更新かなっていう風にこれみんな車の免許のことだと思ってすごい祝福してくれたんですけど、はい、免許の写真じゃないのでと騙してしまって本当に申し訳ありませんでした。あれは事務所から最近騒がれてる CCBAU の M システムの申請に必要だからちょっと撮ってきてくれってことで撮った写真なのね。なんですけど最近やっぱ M システムは業界全体としてまた見送りにするかって感じになったので、ちょっと私の1000円返してくれとは思うけど、ツイッターにね載せられたのでよしとしましょう。本当まず恥ずべき人間だというポイント、自動車に乗れない、そして観葉植物を枯らしてしまった。観葉植物って室内で育てるから自然とかの影響もないのに、毎日ちゃんと水をあげてたのに枯らしてしまいまして、本当になんてことをしてしまったんだっていうね、本当に死ぬべきポイント、まずここね。そしてリスナーの方からいただいた知恵の輪も、毎日のオナニータイムを返上して毎日10分15分ねちまちましこしこやってるんだけれども、まだ解けず、本当に手先も不器用だし知恵も使えないのかっていうね。また解けたら報告します。ここをね、死ぬべきポイント3つ目4つ目で、最後の本当にこれを人間として生きる価値がないポイント、最後が私自転車に乗れないんですよ。AV 女優さん、まずベースとして恥ずべき職業だっていうベースがある上に、車乗れないは、植物枯らすは、知恵のは解けないは本当にやばい、一番やばいのが自転車に私乗れなすぎて、全ての AV 女優の中で一番死ぬべき人間だというのは本当自負しておりますね。何かしら年をちょっと召されてて運転に自信がなくて乗らなくなったとか、体がちょっと不自由で乗れないとか、何かしら理由があっ
ってその乗り物乗らないよっていう人もねもちろんいると思うんだけど、私はこの健康でピンピンの体でビンビンなんですけど、なのに乗れないっていうこのヤバさですね。本当にいつ日本政府からあなたは死ぬべきですって言ってね死刑宣告をされてもおかしくないくらいのそんなね人間なんですよ。自転車に乗れないって気づいたのは小学4年生くらいの時で、自転車に乗るだけならできるんだけど道を走ることができないんですよ。公園とか人が来ないところとか車が通んないところを乗るのはできるんですけど、私は小学校の頃に親から珍しく遊んでいい友達と遊んでいいよってことを許されたんで、自転車に乗って遊びに行ってたら前を走ってる友達が急に止まって、それで私もあわわってなっちゃって、運転慣れてなかったんで急ブレーキかけたにもかかわらずその前を走ってた友達の自転車の後輪にちょっとかすってしまうっていう事故というか、特に怪我とかも傷もついてないんですけど、自転車にお互いのこすってしまった事件から私は自転車に乗らない方がいいと思って、中学も自転車に乗らなくていい学校に入らなきゃと思って、これで私は人を殺めてしまうと思って、その小学4年生の時から私は自転車に乗らない方がいいと思って今まで生きてきたんですけど、でそっから友達とも遊ぶこともない、友達もいない人生を送ってきたんで、本当に自転車に乗る機会がなくったっていうのもあるんだけどもう諦めましたね。はい。でもやっぱ都内で暮らすのに車は一旦置いといて自転車を乗れた方がいいっていう意見があるじゃないですか。なんでちょっと自転車に乗ろうと思ってちょっと勉強したら、最近自転車のルール法律が変わったわけではないけどペナルティが厳しくなって、自転車でも青切符っていう車とかでよくあると思うんだけど、ペナルティで罰金取られる制度が最近できたのか厳しくなったのかっていう感じで、一時停止をせずにビューンって行ってしまったとか、自転車も左の端っこを走んなきゃいけないけどそれを逆走して右端を走ってたら罰金とか、歩道を走っちゃダメ、自転車と歩行者両方行っていいですよっていう道もあるけど歩行者だけしか歩いちゃいけないってとこもあるから、その見極めようねっていうんで歩行者だけのところを走ったら罰金らしくて、自分のお金をしょうもないことに取られるのが嫌すぎて基本車道を走ろうと思ったんだけど乗ることはできても道を走る時にバランス取れなくてこう左右にねガタガタしてしまってバランス取れないので、そんな人間が車道を走ったところで車の邪魔にもなるし、都内って結構路肩に車が止まってたり道にの端っこの方に駐車できるスペースがあったりして、それを自転車だとさらに車道の真ん中に出て避けなきゃいけないっていうルールがあるのね。でそれをするときに後ろから車が来てないか後ろを乗りながら確認するっていうこともできなきゃいけない。まずそれもできないじゃん。あとはその交通ルールで青切符が切られる
条件で手信号をしなきゃいけないらしいの。でその手信号って要は左折しますよとか、右に曲がりますよとか、ちょっとスピード落としますよ、停止しますよって時に片手をハンドルから離して合図するよっていうやつなんだけど、まず両手ですらバランスが取れない人間が一瞬だけでも片手で運転するっていうのができるわけないじゃないですか。本当に恥ずべき人間ですよね。それで自転車の練習をしようって、まず両手で安定して乗れるようになる、で後ろ確認できるようになる、で手信号できるようになるってとこまでできたら車道に出て運転しようと思うのね。ですが自転車の乗り方のルールを調べていたところ、都内の公園って基本自転車の乗り入れ禁止で、例外として未就学児に限り自転車の練習はしていいよって書いてあったのね。その区とか市とかによっても違うと思うんでちょっとあれですけど、つまり小学1年生以上で自転車に乗れないっていう時点でもう道路に出て練習しなきゃいけないってことらしいのよ。公園では練習しちゃいけないってことで、もう小学1年生だったらさ、まだなんなら年齢偽ってちょっと申し訳ないですけど練習してますって言えるけど、もう私みたいなババアがどう頑張っても未就学児だってちょろまかすことできないので、最初から車道に出て手信号もやらなきゃいけないらしくて、もう車の迷惑になっちゃうんで、本当に私ね、そもそも死ぬべき人間なんで、車にひかれて死んだらいいよって思う方もいると思うんですけど、ひいた人がその賠償金を払わなきゃいけないとかいろいろあると思うんです。その引いた人に迷惑をかけてしまうんで、簡単に引いてくれとも言えない世の中なんで、本当にどうしようって感じなんですけど、ぜひ手信号で手を離す時のコツとか、後ろを振り向きながら安全確認しながら走る練習のコツとか、ぜひともコメント欄の皆様に教えていただきたいと思います。はい、ということでね、今日もお便りを読んでいきます。ラジオネームようくん、ありがとうございます。ふつおたのコーナーですね。お便りの投稿が空いてしまい、改めて毎週配信するゆずりんってすごい、面白い、頑張り屋、天才、かっこいい、かわいい、エッチー、ほんと尊敬する、いろいろ褒め言葉を並べましたが、苦手な言葉ありますか？俺は一時期優しいが嫌いで、ゼミの後輩からの寄せ書きが優しいだらけで、他に言うことがないのかとなり、仕事で相手の間違いも指摘できずに、上司に君は優しいもんねって言われながら尻拭いさせた時に、褒め言葉じゃないなと嫌いになりました。今は優しいでも言われた方がいいなと受け入れられるようになりましたが、好きな褒め言葉を聞くと次使う時に嘘っぽくなってしまうので、苦手な褒め言葉を教えてくれると言わないようにします。ということでありがとうございます。最初にね、改めて毎週配信するゆずりんがすごい面白い、頑張り屋、天才などなどいろいろ言ってくれましたが、前半にも言った通りそんな言葉が見合うような人間じゃないですね。でもそもそも好きな褒め言葉って言われても返し方が分かんない褒め言葉って世の中に多いなと思って、そもそもすごい面白いとかもすごいって言われてありがとうございますでいいのかも分かんないし、面白いって言われたらその後に何かしら面白いことを言わなきゃいけないから、やっぱね難しいなと思いましたね、返し方がね。
基本褒められて伸びる人間じゃないんで、そもそも褒められるの苦手かもしれないですね。でも唯一返し方が分かる褒め言葉はようくんはね苦手と言ってましたが、私優しいって言われたら返し方がちゃんとできるというか、優しいねって言われたらその後もその相手に優しくするとか優しいことをかけるのがいい返し方だと思うから、逆に優しいって褒め言葉って一番楽というかありがたいというか、言われて優しいって言われたら嬉しいと思いますね。まあでも優しいって言われることがあんま人生でないから多分優しくない人間なんでちょっと微妙ですけど、なんで優しいっていっぱい言われるようくんはすごい素敵な人だと思うし、すごい羨ましいなと思います。あとは一番言われて嫌だなと思うのはしっかりしてるねが一番嫌ですね。はい、しっかりしてないんでね。はい、続いてのお便り、ラジオネームつぶつぶみかんさん、ありがとうございます。ゆずさんのデビュー作から最近の作品を観察してみました。ありがとうございます。整形外科でなるべく早く診察を受けて骨盤の位置を定位置に戻す治療を受けることをお勧めします。私も同じ症状で正しい骨盤の位置に骨盤を戻すリハビリを週1時間1年間続けることになり、本当に大変でした。どちらかまたは両方の手の指のしびれがあるなら背骨のどこかの部分でヘルニアになっている可能性が高いと思います。ですのでできるだけ早く整形外科で診察をお受けになることをお勧めします。ありがとうございます。私ちょっと前にねその話してレントゲンを取ったところヘルニアにはなっていないということで、右手側の腱鞘炎ではあるので、だから手がしびれてるからといって背骨でヘルニアにはなってない可能性も時もあるみたいですね。なんで最近整骨院に通ってて、もう結構ね調子はいい感じなので、本当にお気遣いありがとうございます。仕事で右手をすごいシコシコするとまた痛みが出てきてちょっとあんまり良くなってないんですけど、腰の次は次手かいということで結構悩んでる部分でありますけど、別に運転もできない自転車に乗れない人間が別に右手が使えないごときでね悩む必要もないかなと思う次第でございます。はい、続いてのお便り、ラジオネームグレートデギンさん、ありがとうございます。初めて投稿します。紙タバコの匂いって大丈夫ですかね。あともう一つが、ぜひとも素人参加企画の AV を期待してますということで、ありがとうございます。紙タバコの匂いは全然大丈夫ですね。私もなんなら喫煙者なので全然むしろ臭くてごめんなさいと思いながらいつもイベントなどやっておりますね。素人参加型の AV ってバコバスとかそういう感じかな。私もう本当に AV 女優の中でも人権がない全然そもそも売れてない部類の AV 女優なので、ちょっとバコバスに出るにはバコバスに出れないくらいちょっと人気なさげな感じなので、ぜひとも私を人権のある AV 女優にしてもらってバコバスに出れるようにぜひとも応援していただけたらと思います。ということでね、エンディングです。つぶつぶゼリを聞いてみる皆さんは本当に誰かのために働いたりとか誰かの役に立つようなことをしてて、それが自分で自覚がなくても絶対誰かの役に立ってたり誰かの支えになってたり、つぶつぶゼリー聞いてくれたり見てたりしてくれてる時点で私の支えになっておりますので、皆さんは本当素晴らしい人間だと思うので、私のようなね底辺の人間を見て元気をね出してくれたら嬉しいです。はい、次回のイベントの告知をさせてください。7月の
18日の夜に新宿レプカダさんで、夢を叶えて税門のイベントをやります。はい、当日でも全然来れますので、ぜひとも興味を持ってくれた方は遊びに来てください。8月の28日の夕方には、秋葉原で DVD イベントをやりますということだよね。現在つぶつぶゼリーは動画版も YouTube、 音声版も各種ポッドキャストにて配信中です。すべて内容は同じです。お聞きのアプリで高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter での感想はハッシュタグつぶつぶゼリーでお願いします。お便りは概要欄の Google ホームにて募集中です。ぜひ皆さんたくさん送っていただけたら嬉しいです。それでは今日もありがとうございました。バイバーイ。